さっき念願の開発者と直接そのストリートファイターで対戦してみて実際どうでしたか？很紧张，然后很兴奋，但是呢也有很高兴啊，应该说紧张、兴奋、高兴，很多感情加在着我这心情里面。对，逆に松本さんがどうでした？嬉しかったですね、なかなかこうやって対戦することないんです、その会社以外で。しかもその昔から遊んでもらってた人で、かつ同じゲームクリエイターってところで遊べたのすごく嬉しかったし、楽しかったですね、単純に。それがすごく良かったし、またやりたいなって思わせてもらいました。我们以后还可以继续一起玩，我们会去加个好友，能加到你的好友一起玩就好了。そうそうそう。いやマジでね。そう。日本時間のね、18時半以降にしてもらえると、まだ彼仕事してるんで。業務時間をね。中山さんは全ゼロを実際遊ばれてみてどうでした？すごいなんか触り心地良かったし、アニメーションもすごいね、いろんなバリエーションというかモーション作られてるし、エフェクトもね、かっこいいし、なんかちょっと自分が初プレイだったんで、あんまりかっこよくできなかったんですけど、多分慣れたらすごい、結構上手でしたけどね、見てて。あ、そうなんですか。いや僕は見ててよかったですよ。本当に？じゃあ俺うまいです。絶対そんなことないと思うんだけど、もう一回やりたいです。多分回避がもうちょっと上手くなったら、多分ねもうちょっと上手くできるかなと思いました。更多的我感觉还是一些设计理念的一些碰撞吧。刚才其实我在跟两位闲聊的时候，我们也聊到了一些，就是说，像我们动作游戏和格斗游戏，虽然它是完全不同的两种类型的游戏，它里面其实我自己是能从中找到一些我们共同设计上面的一些理念是可以被契合上的。我不知道两位是不是也感觉有这样的感受？なんかそれはあると思ってて、多分対戦格闘ゲームも、言ってしまうとアクションゲームのカテゴリーの多分1個だと思うんですよね。アクションゲームの原理って原点ってボタンを押したらリアクションが起きて、それがゲームの画面の中で反映されて、アクションが起きていろんなものをこう解決していったり対峙していったりっていうところだと思うんですけど、それがこう1対1なのか、1対複数で敵を倒していくのかっていうところだけの違いだと思うので、そこの面白さの根底っていうのは一緒だと思うんですよね。绝区零这个产品，我早期在做的时候，确实也是说，我只是想带给玩家一个很爽的体验。以往我们玩街霸以前，不管说3.3还是说4.5，其实都很少有这种就一个键就能让玩家有一个很强的反馈的一些设计。等到他想玩懂立回这个设计的时候，可能是非常靠后的，玩家可能还没有感知到这些设计的时候，他们就离我们这种比较硬核的游戏而去了。那翻到绝区零里面，其实我也是同样的一个思考。前面我也说到一个点，其实就是它本身是一个如果只玩闪避和反应、怪物的攻击、怪物的进攻和我们角色的一个防守和进攻的一个思路的话，它就过于的干瘪了。就是如果说我们能做一个很有意思的反馈，这个反馈的爽点又足够的刺激，提给玩家，玩家又更容易可以触导到这样的一个操作，那其实玩家可以更快的感受到这样的一个体验，它的爽感在哪里？对标的话，我在想是不是我们的弹反就可以对标我们的多区迸放这个系统。我大致算了一下，它大致对于人的反应大概是30帧左右的一个时间吧。然后这个时间其实对于大部分人来说，它恰恰是一个高度专注的前提下都是能反应过来的一个时间。然后如果说它有别的
别的行为分向了玩家的注意力，玩家可能会因为这时候没有办法去反应这个行为，就像你在玩我们游戏的时候，你没有办法再分出精力来再聊天或者干嘛一样。我感觉其实我们的游戏都会考验一些玩家的一些反应速度啊，或者说一些时间窗口上面的设计。然后我们游戏你刚刚也玩到了，它其实那个弹刀的这个系统或者极限支援换人的这个系统，它其实那个黄光，其实我们的设计理念也是类似。いきなりすごいね濃い話濃い話こういう話いや多分ドライブインパクトの発生のフレーム数のところがちょっと近いなと思ったと思うんですけど、あれ27フレームなんですよね。でそこって人間のこう反応できるところ、見てから反応できるところギリギリっていうのを結構開発チームで何回もこうテストして、ミスると上手い人でもやっぱ返せないとか、まあ、フレームはそこは狙ったっていうのはもちろんありますと、そこに対してパリがあって、強い行動なんだけどそれをこうなんとかかわすというかいなすための手段っていうのも複数やっぱ用意してるのでっていうところの、こう多分駆け引きというか読み合いみたいなところが本当にフレーム単位でちょっとやってた部分はあるので、そのさっきのね黄色い光のところを確かに分かるもんね、予兆があってやばい来るぞっていうところから押すまでのこう特にトリガーなんで押し込みのところもやっぱあるんで、あそこが遊びとして面白いなと思いましたね。だからうちのストリートファイター特に6のチームに関して言うと、バトル班っていうねバトルを作るチームがあるんですけど、まあ、そこと協議しながら作っていくというのがまあ一般的で、自分の方からこの攻撃の発生これぐらいにしてとかっていうことはほとんどなくて、一番最初に、まあ、どういう、体験をお客さんにしてもらいたいか、で、まあ、分かりやすいのがドライブインパクトとドライブパリーってものなんですけども、そもそもドライブインパクトって本当に対戦格闘ゲームを初めて触る方とかに対して押しとけばなんとかなる攻撃っていうのを一個作りたかったんですよ。ドライブパリーは押しとけばなんとかなる防御っていうのを作りたくって、最初に本当になんとかなる攻撃となんとかなる防御って言ってたぐらいのシステムだったんですね。でそれを積み上げていくうちに、まあ、その中で、まあ、攻撃防御投げの格闘ゲームの中である3組があるじゃないですか。そこをもう一枠広げて選択肢をお客さんに楽しんでもらえるものを作ろうっていうシステムに形作っていくってところまでが実は自分の仕事で、そこから細かい部分をバトル班と協議していきながら、こうってもっとこうした方がいいよね、ああした方がいいよねっていうのを、開発の初期の2年間ぐらいずっと検証して、もちろんなくなったシステムもありますし、変わっていったシステムもあるんですけどっていうのをやって作っていくっていうのが、まあ、うちのストリートファイター6のスタイルですね。お作法とかルールが分かればすごく、入りやすいし、入ったら、こう裾野がすごい広がる奥が深いゲーム性だと思ってるんですね。ただそれを今までのストリートファイターシリーズっていうのは勝手に覚えてやってとか、友達見つけて自分たちで楽しんでってやり方だったと自分は思っちゃったんですね。っていうのを、よりどうやったら対戦格闘ゲームが、楽しみながら覚えられるかとか、あとはさっき言っていただいたドライブインパクトとかドライブパリーとかっていうのも、実はこれを覚えたら次を覚えてっていう難易度曲線っていうのをシステムで自分たちで作って、ドライブラッシュっていうね部分は、より上手い人の伸びしろの部分ですよ。入りたての人はドライブインパクトを打って、こう爽快に戦いますよっていうのを、ゲームモードとゲームシステムっていうのをセットでこう階段状に作ってったっていうところになるんですよ。っていうのを多分なんとなく体感していただいて、なんかこうなんていうのかな、好きでいてもらって、類似点をちょっといっぱいできたんじゃないかなともちょっと思ってたりはしますね。我觉得很棒，我感觉刚才讲到了很多点，其实我们真的很接近。街霸系列这个游戏会让更多人来认可，让更多人来了解街霸这个游戏的魅力，这格斗游戏的魅力，这一点其实你是在这上面付出了很大努力的。包括前面说到的那个游历系统，然后现代模式等等这些东西，我觉得它其实确实都是能为这个产品会让更多的用户感觉到这个游戏其实是他们也能进来玩，愿意来玩，或者说觉得这个游戏有趣的一些点，
准确来说，它其实是一个更下层的设计。然后以前在早期我们这种偏硬核一点的游戏，不管说是动作游戏还是说格斗游戏，虽然有很多设计点它都是比较偏有趣的，都是很有趣的，但是最终做出来，很多用户他可能感知不到，他还没感知到我们游戏到底哪里好玩的时候，他们就不想去碰它。这个东西其实我觉得是一个非常可惜的事情。然后我自己对于做动作游戏怎么样才能让玩家从简单到难的这个过程，我会更想画的其实是3根线。这3根线更像其实是一个用户的一个学习过程。我们最有魅力、最好玩的一个地方，它其实用户去接触到和理解它，它其实是需要一个循序渐进的一个过程。在他理解到我们最核心、最好玩、最有深度那部分趣味性的时候，他前置其实我们是需要去付出更多的努力，去让他们有信心，或者提供给他们信心。刚说到的，其实比如说我说从最浅层，刚才街霸聊到了迸发，它其实就是一个键，它既是一个进攻的手段，同时它也是一个防守的手段。应该说是转守为攻的一个手段。那放在绝区零里面，其实它本身我们的弹刀其实也是一个转守为攻的一个体验。那我们的前期的用户对于什么东西感兴趣呢？可能他会对于外面做了一个6分街，或者说我们做了一个别的主城，或者外面探索或者游玩，对我们的美术、对我们的音乐他感兴趣。但同时他可能也会对我们的核心玩法的战斗的一个强反馈的表现，就例如说街霸的可能是升龙拳，然后放到我们这边可能是它的一个触发一些连携技，比如说慢镜头下触发了一个很强的一个攻击，然后这个攻击给玩家的一个反馈会觉得，哎，我做了一个很厉害的事情。这个其实是我们设计在最浅层的一个让玩家觉得，哎，这个东西游戏我也原来能操作出来这么好看、这么华丽的技能，给玩家一种这样的感受。然后再往上抬的时候，那可能玩家慢慢就会理解到啊，原来这个游戏的系统它是要玩这些的，我要对我自己的角色去这样去搭配，这样去组队，他才会觉得哦，我们原来的战斗队伍之间的配合要这样去玩，他才会觉得好玩了。再往上抬的时候啊，可能我们会投入更难的关卡、更难的敌人，然后这个敌人他们什么时候投入给他，然后让他们去感觉到他的玩的过程的那个适应的时间，其实是有比较讲究的一些设计在这里面的。然后我们其实团队里也一直反反复复经常在研究，哎，为什么玩家玩到这个时候他们就觉得他们玩不下去了？为什么他玩到这个阶段的时候他就觉得，哎，可能他觉得玩不太会这个游戏？我们都会专项去对这些点去进行一些分析，然后我们从而去再思考一些设计，怎么样让这个设计在哪些点让他学会，哪些点让他投入一些更有刺激体验的东西给他们去玩。那以往其实我也看到很多玩家对于990的一些评价说，哎，好像有手就可以玩，很简单。那其实这个事情我自己感觉其实它其实就是一个过程。如果说我们前期如果一开始我就给了玩家一种感受，其实就是非常非常硬核动作游戏，前面我们不顾及玩家们的一些基础体验，我们就给他直接上强度了，那么可能他们很快就觉得，哎，我不适合这个游戏，要不我还不玩了吧？那我觉得这真的是一种很可惜的事情。所以说我会很刻意的去把一些前期、中期、后期的体验把它给拆开来看，然后玩到后期，我们也肯定也是希望那些喜爱玩动作游戏的玩家对于我们的战斗，对于我们后面的一些 BOSS 战的体验，其实感知到，哎，我还是会紧张。我觉得这个游戏玩起来它还是有一定的挑战性和难度的，这才能构成我们的一个核心玩法的体验。但是每一个用户他的学习的时间还需要的时间长度，它都是不一样的。所以说我们去设计这条曲线的时候，它就尤为重要。对，但是我们一定会要想辦法去让我们的新用户和老用户到最終都能体驗到這個遊戲的樂趣，這是我的想法。ストリートファイターって遊んだらめちゃめちゃ面白いゲームで、それはまあもうストリートファイター2の時に一回ドカンって流行って、もう本当にどこ見ても大人から子供まで遊んでてすごく楽しいゲームだったっていうのはやっぱ変わらずずっと続いてきてるんですけど、その面白いって分かる
ところに行くのがやっぱりだんだん難しくなってるっていうのが、昨今あります。娯楽って今すごい溢れてるじゃないですか。その中で選んでもらうってすごく難しいし、そこに対してどういうふうにアプローチしないといけないのかっていうのがそもそもある中で、モダンとかワードツアー追加したんですけど、そこでやっぱり一番大事なのって僕らもずっと言ってるけど、初心者向けではないですって言ってます。そこはやっぱりゲーム自体の楽しさともう奥深く開発メンバーが作ってくれてるから、そこに行き着くまでの言うと特急券というか、っていうものをこのシステム的に提供したいなと思ってる。でそれがやっぱり当たったっていうか、その狙い通りで、しかし自分の頭の中で例えば昇竜拳ここで出したいねとか、そもそも必殺技波動拳とか出したいっていう気持ちあるじゃないですか、やっぱゲームだから。でそれを直感的に頭で思った時にすぐ指に伝わって押せるってところを結構意識して作ってもらってたので、そういったところは新しく入ってきた人と昔からいる人っていうところのその相反する部分があるんだけども、そこをどれだけこう解消できるかってところは結構もともとね作ってる段階ですごく注意深くっていうか、かなり入念に作ってもらえたので、そこは結構このプロデュース側としては安心してとか自信持ってプロデュースできたし、じゃあこれがあるから例えばじゃあ配信者の人とかよりこう昔やってたけど今はもう操作難しくてできねえわっていう30代以上とか40代の人にも遊んでもらえるし、なんかいろいろそのやってみようかなっていう思えるようなプロデュースをしやすくなったってところが僕目線では結構大きいところですね。中山さんはなんかどうですか、その簡単さと奥深さについて。モダン操作をそもそも作ろうと思った理由っていうのが、ストリートファイター1っていうゲームがあって、ストリートファイター1っていうゲームってちょっと対戦格闘ゲームのちょっと前の段階というか、空手格闘シミュレーターみたいなところがあったと思うんですけど、そこに必殺技という概念が入って隠しコマンドで昇竜拳っていうのがめちゃめちゃ難しいけど出るかも、当たったら本当に一撃必殺みたいな面白さがあったんですね。でそこをストリートファイター2でそのすごいことをもっと簡単に出た方が良くないって言って、コマンド入力の猶予とかが受付とかがね緩くなったり、あとはためコマンドであったりとか、ボタン連打で必殺技が出るとかっていうので必殺技の敷居が下がったんですよ。なんで必殺と言っても必ず殺すわけじゃなくて強い技っていう風になって、出たら嬉しい技になったんですけども、それの時代がどんどん経っていくとそれでも難しいっていう時代に今なってるなと思って、じゃあ別にボタン一つで波動拳出て何かまずいことあるみたいな、そういうところから、もともと自分は格闘プレイヤーだから、それでは問題が起きるってことは分かってはいるんですけど、そこを一回ぶっ壊してチャレンジしてみないと変わらないなって思ったんですよ。なので1からこう脈々と続く昇竜拳って難しい、自分には出せないかもしれないっていうので挫折してきた人っていうのは絶対いっぱいいるわけだから、その人がまず自分にも昇竜拳が出せるっていう体験をしてほしかったっていうのが、まずモダン操作の一個、難しい部分とカジュアルな部分のところの難しい線引きの中だったんですけども、それ以降どうしてもチャレンジしたかったというのが一個あります。と対戦画面とか格闘ゲームって用語がやっぱ多かったり、覚えなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、プレイしてる人とか観戦してる人が今すごいことが起きてるぞっていうのを視覚的に分からせたかったんですよ。なので初めて見た自分のね好きなね VTuber の方とかが大会出てて対戦やってますってなった時に見てうおーって一緒に盛り上がってほしかったんですよ。というのでドライブインパクトをカウンターヒットした時に画角が変わったりスローモーションの演出が入ったり、さらにもっと言ってしまうとシステムで実況を入れたっていうのもそういうところがあって、今すごいことが起きたんだぞっていうのを分かりやすく体験してほしかったっていう、それのセットなんですよね。必殺技が自分が出せなかったものが気軽に出せる、その体験も素晴らしいし、すごいことが起きてるっていうのを分かりやすくするっていうのも一個のその手段だったりするし、でそこに、さらにそこから深く知りたかったら奥深いところもあるんだよ、テクニックがいろいろあるんだよっていうのは
そこにから入ってもらわないと、そこには行き着かないことなので、なので視覚的にもやっぱ分かりやすくしたいし、直感的にも触ってみたいなって思ってもらえるようなものを作りたかったっていうのもありますね。もともと僕はカプコンじゃなくて別の会社で営業してたんですけど、そこから転職して人事部に入ったんですよね。人事部に入って、開発側と営業管理職側の、間をちょっとつなぐような開発人事っていう仕事をしてたんですよ。で、そこで、自分がこう今後キャリア続けていくにあたって開発人事だからやっぱ開発のことをもうちょっと知らないとキャリアアップできないなと思ってて、開発に携わる仕事をさせてほしいっていうのは出してましたと。でその時にたまたまこう声をかけられたのが、ストリートファイターのプロジェクトやってた人だったんですよね。でやってみいひんっていう話があって、その時は何をやるかは言われてなくって、ちょっとチーム雰囲気見に来てよって言われてました。それが多分5発売前の時かな、そうだね、の時に行ったら中田さんもいたんですよね。ほんでなんか遊んだのかな、なんかプレイしててみたいなところがあったのがまずきっかけで、そっから5が発売してからすぐなので2016年の8月かぐらいにストリートファイターのチームに入って、当時はそのアシスタントプロデューサーやってくれって言われて入って、3年か5年ぐらいやってなんか一つタイトル持てたらいいかなみたいなミッションを落とされてたんですけど、1年ぐらいでプロデューサー辞めちゃって全部やるみたいな感じでシーズン3からシーズン5で同時並行で6のプロデューサーもやってるっていう流れで入りました。営業管理職の方から開発職に行くのが初めてで、結構いろいろ会社の上の人も頑張ってその入れ替えのシステム考えたりとかしてやってもらえたのがあったので、なんかそこまでしてもらえたってのもあるので、もともとストリートファイターも好きでやってたから気合の入り方が違うというか、それはありましたね。でも基本的に5から6移行する時の考え方は結構似てて、こういった、ユーザー層新しく取りたいとかで、既存いるユーザーさんこれだけいるからやっぱり改めて6も遊んでほしいねっていうところがあって、そこがそんなに新しい操作タイプ追加したりとかワールドツアー追加したりとかで、今の、ユーザーさんの傾向的にやっぱりオンラインでコミュニケーションする重要性があるからっていう話をしてやっぱバトルハブ作ったりとかっていうところがあって、そういったところは基本的に一緒、であとは、ちょっと僕寄りになるとしたら配信ツイッチとか YouTube でサムネイルとかをやっぱりストリートファイター6で独占したいからとかっていう話をしたら、やっぱそこに映像映えするとかこう見てて楽しいとかっていうところの要素とかやっぱ話すとやっぱりそこを理解してゲーム側の方で演出とかシステムとかモードとかに落とし込んでもらってるっていうのとその役割分担ですかね。自分の経歴というか、ストリートファイター6作ることになったなんていうのかな道のりなんですけど、自分はもう2001年かな、にカプコンに入社して対戦格闘ゲームが作りたくてカプコンに入ったんですよ。アーケードゲームが好きで、それを作りたくてカプコンに入ったんですけど、入った年にもうアーケードで対戦格闘ゲーム作りませんっていう入社したと同時に言われたんですよ。で、その理由っていうのがアーケードゲーム機よりコンシューマー機のスペックの方がやっぱ上がっていって、その時に一番最後に作られてたのがカプコン VSSNK2 かな、対戦格闘ゲーム作りたかったんですけど作れなかったんですよ。それがあったので、じゃあもう心機一転もう、別の会社に行こうとか別の仕事しようと思って一回カプコンを辞めたんですね。で数年経った後に東京ゲームショウっていう、イベントで昔の先輩に会って、またカプコンで対戦格闘ゲーム作るらしいから戻ってこいよって言われて入ったんですけども、その入った時に
動いていた対戦格闘ゲーム自体も、まあ、残念ながら一個ペンディングしてしまって、まあ、いろんな他のオートゲームとかねモバイルのゲームとかいろいろ作ってた時に「ストリートファイター5」というタイトルがもう自分が関わる3年ぐらい前から実は動いていて、とんでもないひどい状態になっているのでなんとかしてくれっていう無茶ぶりが来たんですよ。しかも期限は1年半って聞かれてて、作ってたクリエイターさんがやりたいことっていうのとお客さんがやったら楽しいと思うことっていうのがめちゃめちゃ乖離してたんですよ。だから多分ストリートファイター好きな人は喜ばないであろうっていうちょっと尖った作り方をしてて、自分は入ってそれをストリートファイターに戻すっていう作業をしてたんですね。自分のやりたいことっていうのはそこに入れられないんですよ。もちろん入ってはいますけどね。自分もストリートファイター大好きだからより多くの人にストリートファイターを楽しんでもらえるためにはこうした方がいいんじゃないかっていうのはずっと考えてたんですね。ストリートファイター6を立ち上げできるってなった時に、考えてたものっていうのがその松本プロデューサーとほぼほぼ合致してたっていうことで、まあ、ある意味リベンジみたいなんじゃないですけど、ストリートファイター6をそれで、まあ、作ることができましたと。我们都会认为好的美术它是在足够讲究的前提下，还有一个点其实是我们一定要做到，其实就是要让玩家觉得它跟以前我们见过的东西不太一样。至于怎么做到不一样这个点，其实我们也寻求过很多不一样的方法。就比如说，没准我们真的是在游戏里面，我做头熊，我做个机器人进去，我们觉得它是有趣的。同时，我们去做一种新的东西，在做创新的过程中，我们也要考虑现在的用户他是否能接受的前提下去做。这是我跟团队同学一直在讨论和持续研究的一个话题。就举个例子吧，绝区零在做一个都市题材的产品，但是都市题材的产品，如果说我只是把现在的车或者说现在的飞机或者大楼给做出来，对玩家来说它是足够新鲜的吗？我这个事情其实也是在想，我觉得好像还真不一定。那如果说我们尝试去把以前很复古的车，很老的一些以前在我还很小，只有7、8岁读小学上小学的时候见过的一些美术审美上面很好看的一些东西，把它再搬到现在这个时代来看，那是不是对于用户来说是一种新鲜的体验呢？我觉得很有可能，因为大家现在都没有再去看那些东西了，甚至我会觉得以前的一些审美直到拿到现在来看，它还是非常有艺术价值和审美价值在这里面的。所以说我们会很刻意的去用到一些复古的要素，包括以前我觉得以前的车子也好，或者以前的一些录像带也好，或者以前的一些街机。やっぱりそうですね、ゲームが出る前も大事だし、僕ら的には出る前と出てから半年ぐらいはやっぱりこううまくプロモーション続けないといけないと思ってて、出る前はかなりプロモーションやりましたね。それはストリートファイター6ってまず新しくなってますよ。キャラクターもそうだし、デザインもそうだし、音楽もそうだし、それこそそのシステムも新しくなってるってところをちゃんと丁寧に動画にして説明して理解してもらうっていうのを、例えばそれはタレントさん使ったりもそうだし、公式サイトでちゃんと説明したりとかっていうところを結構繰り返しやりました。格闘ゲームあんまりないんかもしれないですけど、体験版っていうのも出して早く、ストリートファイター6ってこういうゲームなんだっていうのを触れてもらう機会も作って、ベータテストもそうなんですけどそれもやったし、ストリートファイター6が出る前にストリートファイター6のグッズをどうしても作りたくって、でそれを作ったら発売前から買ってくれる人ってやっぱいるじゃないですか。でその人が普段からそれを身につけてるとやっぱりロイヤリティ度が上がってきて、自分がそのストリートファイター6と一緒に費やしてる時間がやっぱりだんだん増えてきて、じゃあ発売した時ってやっぱそれが発売して初めて知る人よりも発売する前から一緒にそのストリートファイター6とこう時間を共有してるから、よりこう
没入する角度も高くなるし好きになってもらえる時間も長くなるから、そういったところはかなり重要視してプロモーションっていうか露出 しました。だからそういうのをやっていくとやっぱり遊んでもらえる人が増える、体験版とかベータテストで遊んでもらう人が増えると楽しい部分をやっぱり皆さん拡散してくれたり口コミで伝えてもらったりで、今なんかはやっぱ動画に自分で動画作ってあげてもらったりするから、それでこう自走してプロモーションできてるっていう部分もすごくこう今の時代とマッチするような感じで広めれたのが良かったなっていうのがまず一つあって、発売してからも、いろんなこうイベントを立て続けにすることで流行ってる感を出したかった。で流行ってる感っていうのを作れると、その自分が遊んでるゲームに対してやっぱこの自信を持てるっていうか、今僕とか私が遊んでるゲームってなんかいろんなところでコラボしてるのも見るし、いろんな人が遊んでるからなんかやっぱいい気分になると思うんですね。だからそういったところをせっかく遊んでもらってる人に対してもなんかこうベネフィット感じてほしいから、イベントめちゃめちゃするしコラボもめちゃめちゃするしグッズもめちゃめちゃするし、これでもかってぐらいバンバンやっていて、それがこう結果的にこう遊んでる皆さんに対していい気持ちになってよりストリートファイター6遊んでもらえるっていうところは相当前から意識してやってたので、それが今のストリートファイター6のシーンっていうところにつながってるのかなっていうところはありますね。そこはかなり意識はしました。やっぱこうやって会話しないと分かんないことってあったんですけど、それがすごく今日分かって、なんか同じ気持ち、やっぱりそうなんですよ。さっきあったみたいにどれだけお客様のことを見て作ってるかってすごく大事かなと思ってます。よくディレクターの中山も言うんですけど、なんか作品じゃなくて商品作ってるっていうのがやっぱ僕もしっくりきてて、で自分はもともとその営業してたからよく分かるんですけど、やっぱ作り手が作ってるものをどうやって伝えるかって大事だし、でその感覚をやっぱディレクターも持ってるからすごくやりやすいし、同じ方向をこう向けたっていうのがなんかその全ゼロ作ってるリーさんもなんか似たような感覚持ってるなっていうのは今回話で分かったし、あとはやっぱ最初に対戦したけど普通に同じゲームを一緒に楽しめたっていうのがすごく嬉しかったから、なんか今日は良かったなめっちゃ良かったなって感じがありますね。なのでまだまだ僕たちは僕たちで運営続けていってアップデートとかしていくし、それ頑張っていくんですけど、一緒にねそうやって全ゼロもこれから多分忙しい時期で大変な時期来ると思うけど、頑張って一緒に切磋琢磨してお互いなんかどっかのイベントとかでこう見ることになったらすごく嬉しいなって思いますね。自分たちもよく話してることなんですけど、やっぱゲームって作るだけじゃ全く意味がなくて、お客さんに遊んでもらわないとやっぱりいけないんですよね。でそこで初めて価値が生まれるものなので、プロダクトとして出すだけじゃなくて、その遊んでいただく方の気持ちとかね、そこから先を考えて作っていかないといけないっていうのが本当に共通認識であってすごい嬉しかったっていうのと、そこにそのゲームを好きになってもらうための手段ってやっぱりいくつかあって、それがねグラフィックであるとか音楽であるとかカットシーンであるとか演出であるとかっていうものに、どれだけ本当に気を使えるかとか、その中にさっきね言っていただいたみたいに新しい体験を、してもらえるかっていうところをすごくね細かいところまで気を使って、実際自分もね今日遊ばせてもらって、すごい魅力的にやっぱ感じたから、遊びたいなと思うゲームでしたし、いろんな他のゲームとかともね勝負していかなきゃいけないし、お客さんに楽しいと思ってもらえるものをなんか作っていかないといけないっていうのを今日の対談で改めて感じさせてもらってすごいありがたかったですね。我还是想重复感慨，能跟两位一起打街霸实在太开心了。然后也能让两位体验到我们的绝区零这款产品，我觉得非常的荣幸。然后
不得不说，我觉得今天的交流，我觉得收获了还是蛮多的。我自己觉得更重要的一点其实是，我自己感受聊下来，我感觉我们在做游戏同时，其实我们也是在，应该说是我们在坚持做一些比较硬核的产品的时候，更多的也是在坚持在做一些文化。我可以认为格斗游戏和动作游戏，它发展了这么多年，到现在，它应该不仅仅只是一款游戏这么简单。在我的心目中，我觉得它可能是某一种有趣内容的文化的衍生。如果说我们能把这个东西继续得做好，并且不要放弃它，然后让更多的用户感知到，我觉得必然是一件很有意义和很有价值的一个事情。所以说，希望两位继续加油，做更好的格斗游戏。今日はありがとうございました。ありがとうございます。谢谢。